こんばんは。はるです。今回はミッドフィルダー限定両コスパ選手ベスト11になります。個人的におすすめができるコスパ選手たちの紹介になります。今回はですね、ミッドフィルダー限定ということで、中盤の選手ですね、おすすめ11名紹介していきたいなというふうに思います。で、それでは早速紹介をしていきます。でまずはですね、RTTK アクーニャですね。アクーニャ値段はですね、6万コインぐらいで、買うことできます。一応 LB なんですけれども、中盤起用の方が最適なので、今回はここで紹介をしたいなと思います。2ボランチの一角だったりとか、2CM の一角が一番合うというふうに思いますね。プレイスタイル豊富ですし、プラスこそないですけれども、いいプレイスタイル、いろいろ揃って、ます。で、普通に能力も高い、総合力が高くてバランスがいいという選手に、なるので、結構この人は普通に使っててね、強かった、選手にはなるので、個人的にはおすすめかな。ドリブルも軽いし、パスもうまいんで、中盤の方がやっぱりよりいいかなというふうに思います。で、そして続いてはトリプルスレッドギャラガーですね。ギャラガーは値段1万1000コインぐらいで買うことできます。理不尽さっていうのはそこまでないんですけど、ただ値段以上の強さっていうのは全然あります。1万1000コイン分の働きってのは全然してくれる選手になりますし、もうちょっと高くてもいいんちゃうかっていう風には、思いますね。無難にパスもね、振り分けられたりとか、シュートがこの人意外と入るっていう、そういう選手になるんで、こういう人バランスはいいですけど、ただ冷静さとか、ドリブルの部分だったりとか、フィジカルのところとか、改善点は、ありながら、それでも気味が合う方はまだ、いいかな。コイン、あんまり使いたくないっていう方向けはまだいいかなっていうふうに思います。で、一応プレイスタイル容赦なしのね、プラスはついてるので、ここは、非常にいいところかなというふうに思います。それなりにやれる。期待しすぎて使うと、やっぱ弱いなって思うんですけど、ただ、妥協できるかっていう選手としては非常にいいかなというふうに思います。でそして続いては、サンダーストラック、ジョエリントンですね。ジョエリントン値段は3万7000コインぐらいかな。で、買うことできます。昨日はね、6万ぐらいってたかな、ニューカッスルが買って。ですけど、今は3万7000ぐらいまで、落ちてます。この人もやっぱり33っていうのはちょっとね、残念ではあるんですけど、ただ、ギャラガーの上位互換みたいな感じかな。普通に強いですし、敏捷性とかはね、やっぱどうしても低いし、切り返しとか反転とかっていうのは、ちょっとのろさ、感じるんですけど、フィジカルとかが強いので、結構ね、体を張ってボールキープしてくれたりとか、もちろん守備面でもね、行きますし、守備能力も高くって、そのまま取った後に、すぐにね、前線に駆け上がっていってくれる。やっぱり意欲ハイハイっていうのも、いいかなというふうに思うんで、身長も高いし、身長が高い、こう、ミッドフィルダーが好きっていう方は、結構ジョエリントンはコスパよく使えるんじゃないかと思いますね。で、そして続いては FC プロライブ、ファビーニョですね。ファビーニョ値段はですね、2万1000コインぐらいかな。で、買うことできます。やっぱりアップグレードされてほしいですね。で、この人33ですけど、スキルに関しては一応攻撃には上がらない選手にはなるんで、まだいいかなと思うんですけど、やっぱり逆足は4以上の方が、いいなというふうに思いますね。パス能力それなりには上手いので、右足で出した時は全然ずれなく、いいんですけど、あとはドリブル重たいっていうところも、ありながら、ただ足が意外と伸びますし、フィジカルではそこまで負けなくって、ガツンと取り切るっていう守備も、できますね。なんで、やっぱりちょっとこう、軽い選手ではないんで、取った後すぐに判断をしないといけないっていうのはあるんですけど、ただ2万1000の選手としては、全然やれるかなというふうに思ったんで、今回紹介をしました。で、そして続いてはサンダーストラック、エムレジャンですね。エムレジャン値段はですね、7万コインぐらいで、買うことできます。こちらもね、昨日はね、10万ちょっとぐらいかな。なってたんですけど、今では7万に、また下がってはいますね。やっぱこの人逆足4っていうのは素晴らしいし、
まあ、センターバックも任せれるほどの守備能力っていうのを備えて、ます。フィジカルも強いし、積極性だったりリアクション、冷静さ、ここもね、ある程度あるっていうのは素晴らしいと、思います。で、パスに関しても、まあ、それなりにっていう感じ。ですけど、やっぱ先ほど言った通り逆足4なんで、まあ、ある程度はっていう感じですね。で、こういうのはまあドリブル自体はどうしても重たさっていうのは、ありますけれども、ちょっと中盤使ってて、重たいなって思ったら、全然センターバックでもいいと思います。センターバックとしては持ちやすい方なんで、ちょっと中盤起用でその重さっていうのが気になったらセンターバックに下げるのもいいというふうに思いますね。まあ普通にこの人は、強くてコスパいいなと思います。で、そして続いてはサンダーストラッククワドラードですね。クワドラード。クワドラードの値段はですね、12万コインぐらいかな。で、買うことできます。まあ、右サイド全部できますね。サイドバックからアタッカーから全部できて、めちゃくちゃ軽いですね。軽さっていうのがあります。やっぱり逆足さんはね、やっぱ4以上あった方がいいんですけど、ただまあ、やっぱスキル5っていうところと、ドリブルの軽さっていうのはこの人は非常に、いいところです。めちゃくちゃ扱いがしやすいし、サイドの選手として突破ができる。ここがでかいので、まあもちろんクロスゲーをされる方にとってもいいと思いますし、単純にこうドリブルが上手いっていう方、ドリブラーの方、向けの選手かなと思います。サイドを切り裂けるっていう選手になるんで、単純にスピードもあるし、まあ、本当にこう使いやすく、まあ、やっぱりこの人もやっぱアップグレはね、欲しいところではあるんですけど、ただまあやっぱりこうサイドの選手として、強さっていうのが、垣間見える選手になるので、普通にコスパいいと思います。で、そして続いてはサンダーストラックベルナルド・シーバですね。ベルシル値段は7万7000コインで買うことできます。まあ昨日のコスパの、ね、動画でも紹介をした選手になるんですけど、やっぱね、テクニカルのプラス備えてるっていうところは非常にでかくって、このプレイスタイルを備えながらもドリブルの軽さ、細かさっていうのがある選手になるんで、囲まれた状況でも、しっかりそこを打開できる力っていうのがあります。さらにパスでもね、逃げることができるし、チャンスメイクもできるんで、まあ非常に素晴らしい選手になりますね。ペースもうちょっとあったらって思うんですけど、ただベルシルに関しては先ほど言ったテクニカルがあるんで、なんかそんなにやっぱペース関係ないなって、思う節がありますね。で、冷静さの高さっていうのはこの人もありますし、本当に素晴らしい。またやっぱり逆足が3ってところがシュートのところでね、どうしても気にはなってしまうので、まあそこだけは注意かなというふうに思います。で、そして続いてはサンダーストラックリトルですね。リトル値段は3万3000コインぐらいで、買うことできます。まあちょっとケミは難しいかもしれないですけれども、逆足4で身長が低くってボールが持ちやすいタイプの中盤になります。そしてこの人もベルシル同様テクニカルのプラスを、備えてはいますし、あとはラピッドもあるということになってます。で、パス面のプレースタイルも素晴らしいと思いますね。なのでね、結構ベルシルみたいな感じで使える選手になりますね。レースも高いし。なんで、まあ女子選手の中のベルシルみたいな、感じなんで、気味が合う方はこっちの方が安いから、おすすめかなというふうに思います。本当になんかベルシルみたいな感じでテクニカルで持っていくことが、できる選手になるんで、この人はペース80なんですけど、なんかやっぱそんな関係ない気しますね。コントロールスプリント使うとテクニカルで、なんかぐん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 加速していける、そういう選手になりますし、本当にめっちゃ軽いんで、ボディタイプとか身長とかも相まって、なんで、結構、本当に総合的には使いやすい中盤の選手にはなるので、多くの方に合うんじゃないかというふうに思います。で、そして続いては TOTW ベリンガムですね。ベリンガム。ベリンガム値段は7万コインぐらいで買うことができます。まあ一応 TOTW ということになるんですけれども、采配数ベストオブで選ばれて非常に安くなりました。ベリンガムもともとやっぱり今作は強いし、金の時から強いんで、そこからまあ能力が上がって、ある程度全てが強化をされたという、そういう選手になりますね。まあバランスがいいです。本当にシュートも打てるし、ドリブルもある程度、身長186かな、あるんですけど、それなりに軽いという力、持っていて、守備も、ちゃんとできるという選手になります。やっぱ能力以上に強さが感じられる選手に、
なりますし、現環境、この TOTW でも非常に強い、中盤の選手、ボックスボックス型の、CM になります。非常にね、ベリンガムはおすすめですね。やっぱ一回使ったらね、使用感はね、いいので、ちょっとなんか離れられない選手に、なりますね。プレイスタイルも普通にいいですね。で、そして続いては、アイタナ・ボンマティですね。アイタナ。相手の値段は6万コインぐらいかな。で、買うことができます。スキル逆足は素晴らしく、身長も低くって、非常にボールのタッチが細かい選手、扱いがしやすい選手になります。シュートも、打てますし、普通には近い距離だったら決めては、くれます。そしてパスのうまさっていうのがあるんで、ほんと中盤の選手として、なんか多くのものが揃ってる選手になりますね。スピードに関しても、ある程度はありながら、この人もテクニカルのプラス備えてはいるので、ちょっとこう、加速していきたいなとか、運んでいきたいなという方はテクニカルのプラスこちら使うのがいいと思いますね。で、守備もね、ある程度はできます。ちょっとデヨングっぽい感じかな。インターセプトとかがうまくってっていう感じなんで、まだこう、ある程度はできる選手になるんで、本当にそう素晴らしい。中盤の選手として本当に素晴らしいなというふうに思います。で、そして続いては TOTW ゴレツカですね。ゴレツカ。ゴレツカ値段は4万コインぐらいで買うことできます。めちゃくちゃ安くなりました。こちらもベリンガム同様にベストオブで選ばれて、これだけ値段が下がっているのかなと思います。で、逆足4素晴らしいし、シュートも打てるし、パスもある程度うまいし、ドリブル自体はちょっと重たいかなって思うんですけれども、ただ、それ以外は本当に完璧に近い選手ですね。守備もしっかりできるし、フィジカルも強いし、負けない力、持ってるんで、やっぱり本当強いてはペースがもうちょっとあったりとか、先ほど言ったドリブルの軽さがもうちょっとついたりとか、あとはスキル4だったりとかがついたりとかがしたら、より、てか、そうなったら本当に完璧になるんですけど、強いてはそこかなというふうに思います。プレイスタイルに関しては、これはもうちょっといいのがついてたらいいんですけど、ただこのプレイスタイルでも十分強いですし、なんか能力とかも相まって、普通にね、ゴレツカは、本当にいい。マジで使ったことないっていう方は、一度ちょっと安いんで使ってみてほしいなというふうに思います。非常に値段も相まっておすすめの選手になります。という感じで、こちらがミッドフィルダー限定の両コスパ選手ベスト11になります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。